今日のモ活は懐かしい筋肉マン消しゴム塗装動画シリーズ。今回は当時もののレギュラーシリーズパート20、ヌスットジョージの子供時代です。筋肉性多い争奪編、マリポーサの幼き日の姿です。水性アクリル塗料でペイントをしました。このヌスットジョージの子供時代がラインナップされたパート20のブックレットです。ちなみにこの小冊子そのものは当時を再現した復刻版。後年に発売されたコンプリートボックスの付録でした。同じくバイクマンやミキサー大帝、ソルジャーなど多い争奪編で登場の超人たち中心で組まれたラインナップでした。ペイントするヌスットジョージの子供時代の消しゴムの塗装前です。ペールオレンジの使用、経年の汚れ、黄ばみ、黒ずみは適度にありましたが、ペイントに影響するほどではなかったので、そのまま工程を進めていきました。塗装後のレビューを先に、今回は回想シーンで登場したアニメ版のカラーリングで塗りました。紫、青が基調、アロの杖は赤です。下処理から塗装の様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。消しゴムフィギュアの塗装はおよそこんな流れで下処理を行います。煮沸して成形し、表面のホコリや余計な油分を落とす。ベンジンに漬け込み、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はダイジェストで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地の塗装としてパレホのゲームカラーエルフィックフレッシュを水で溶いて薄く全体に塗りました。一度の塗り入れはハケを使って一気に塗るので 2,3 分あればできてしまいます。ベースが完全乾燥した後、本体のカラーを上塗り。まずは頭部に使った青、シタデルカラーのベースザ・ファングです。少し渋めのブルーグレーのカラー。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料で、ミニチュアホビー用のカラー。ベース、レイヤー、コントラスト、シェード、テクニカルと用途に応じて様々な種類の塗料があります。続いてアロの杖を赤に塗装。用いたのはシタデルカラーのベース、コーンレッドです。濃い色味の赤カラー。ショートパンツを上塗り。薄い緑。ファレホのゲームカラー、ベルデグリを使いました。目には白、ファレホのゲームカラーでデッドホワイトです。シャツと靴の部分に薄い紫です。ファレホのゲームカラーでラストフルパープルを使いました。面積の大きい箇所は特にムラにならないようにシタデルカラーのテクニカル、ダーミアンメディウムという溶剤塗料を使いながらペイントをしました。ファレホはスペイン発祥の高性能水性アクリル塗料。瞳に黒を入れました。ファレホのゲームカラーでブラックです。最後に肌カラーを上塗り。フェイス、腕部、脚部にファレホのゲームカラーレザーブラウンを使用しました。茶色にしては薄め、カーキを濃くしたようなカラーです。塗料は水性アクリルのファレホとシタデルカラーを併用しました。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装にかかった時間は約40分でした。ファレホは少々塗膜の薄いところがありますが、明るい色数も多く隠蔽力は強いので、フィギュアやプラモデルの塗装に最適です。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。ジョージは多い争奪編開始時は泥棒家業を営んでおり、盗みを成功させ、塀を飛び越えて警察隊から逃れたところを塀の向こう側で待ち受けていた邪悪護身の一人、飛翔の神の助力を得て、筋肉マンマリポーサとなりました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き、乾燥させます。ライザーをつけて塗装後です。ということで、今回は当時もの筋肉マンの消しゴムレギュラーシリーズの金消しパート20、マリポーサの幼き姿、ヌスットジョージの子供時代、
水性アクリル塗料でペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。